5月8日に行われたシーホース三河対琉球ゴールデンキングスのハイライト動画のコメントを紹介します。もはや別のチームだろこれ。琉球が強いというかプレイオフの琉球が強いこれに尽きる。今年も松脇の季節がやってまいりました。 CS に入ると一気にゾーンに突入し、クーリー、カークのオフェンスリバウンド力がもはや無双レベルにアップする琉球。岸本のロング3は点差やタイミングがえぐいよ。心折れる。松脇推しの僕、今日行くか渋った末今大公開。後半追い上げられても追いつかれたり逆転されないあたりやっぱ琉球の強さ感じる。これが4年連続ファイナル進出チームの力。三河も3クォーター修正できてたんだけどな。惜しい。プレイオフ琉球エグすぎ。会場に駆けつけてたブースターも会場アウェイを感じさせないのもさすがすぎる。松脇調子上がってきたら厄介すぎる。注意関係なしの琉球の安心感。老不調で勝てたの大きいな。明日は頼むよ。RS は死んだふり作戦で CS になるとフルパワー 100% 中の 100% の力を発揮する琉球ゴールデンキングス。油断せず明日も勝とう。脇は変なミスなくしてくれ。もはやレギュラーシーズンは 100% で戦わずに CS に向けて体力や力を温存してたんかってくらい CS に毎年度本気を出す CS 上昇軍団琉球ゴールデンキングス。マジで別のチーム。CS になるとさらに1段階レベルが上がる琉球。 CS の琉球と RS の琉球が違いすぎる。笑いレギュラーの時ゾーン見た記憶ないんですが、クーリーのリバウンドがボディブローのように効きすぎる。指で触っただけでリバウンド成立してそう。おじさんは今日のアリーナの熱量を見て8年前の CS 相互ホームを思い出して泣きそうになったぞ。今こそあの頃を超えてくれ。なんだかんだで琉球ファイナル行きそ琉球ごとシーズンこの時期にピーク持ってこれててすごいな。司会の CS 解禁賞に笑った W。 天皇杯で敗れシーズン負け越しという CS 勝ちフラグが揃った中の1戦目でこの価値は大きい。優勝するには少しでも体力を温存する必要があるから明日は今日以上にタフだろうけど何としても勝ち切ってほしい。ミカは連勝して SF 行ってくれ。今年のチーム力ではいけるはず。22、ノージュエグ。老不調なの逆に怖いな。明日しれっと30点くらい取りそう。三河は3年初戦で負けたらリッチマンも退任かね。ここで倒れる三河じゃない。明日は勝つぞ。琉球いけるぞ。明日も勝とう。三河はガードナーが疲弊してフラストレーションをたまると一気にインサイドが脆くなってしまうのがきつすぎる。そうなるとリバウンド回収できなくなってチャンスメイクすらできない。こういう時の書くのだと思うのに、3だけでなく、どこからでも根性で飛んでくるリバウンドも、明日は勝って会おう。クラッカーならそう。4年連続決勝これてる理由がまさにこれよ。ないくら RS で圧倒できても大事な第1番にピーク持ってこれないチームがどんどん消えていく。 CS 琉球ゴールデンキングスはまさに第1番に覚醒する別チームになるから、どこのチームも琉球とは恐ろしくてやりたくないだろうな。松脇 CS で覚醒するの好き。和製ジミー・バトラー。当たってる松脇はクレイ・トンプソン。いやプレーオフで別人にバトラーなるやん。トンプソンもわかるわ。バトラーそうやけど松脇とスタイルが違うかなって思って。三河も琉球もお互い違う意味で別チームすぎる。さすが CS 慣れしている琉球。三河、これは X ファクター松脇。神の右手再び愛知県に降臨松脇系志。経験の差。賞味クーリーがガードナーを抑えれるから勝てるよな。この琉球を倒せたとして宇都宮と長崎を倒さないとチャンピオンになれんのやろ。やばいって。 CS 琉球ゴールデンキングス。佐渡原。長崎より普通に怖いのが CS モードに入った琉球。ロスターの豪華さや強さは圧倒的に長崎に軍配が上がるけど、確かに CS の怖さだけで言うなら琉球やね。いやロスターの豪華さなら琉球も負けてない。カーク、和吹、小野寺、ドットソン荒川とかいるし、そこだけ見ても琉球は負けてない。長崎は確かに強いけどスタートのメンバーが強いだけでセカンドユニットはそこまで強くない。そのスタートとスタジョンや山口がどれだけ酷使されても強度が落ちないからセカンドとか関係ないんよ。うちも長崎に1勝はできたけど連勝できる未来が見えない初めての体験だったな。君は琉球ブースターだろうから熱が入るのわかるが、客観的に見たら日本人は春かもしれんが外国籍は特にロスターが豪華なのは長崎だよ。
琉球もホームでフルロスターなのに長崎ビッグマン欠場で負けてるやん。認めるとこ認めないと足元すくわれるで。だからその相手に CS 校舎の琉球がどう挑むか楽しみにしてるから頑張って。負けを認めてないとは一言も言ってないよ。こんなチームいましたっけ？書くのはなんで出てないの？金髪にしてないのに強い。アウェーで移動とかあったから染める時間なかった説を推したい。個人的に CS 期間は金髪じゃない方が勝ってる試合多い気がする。確かに優勝したシーズンはほとんど金髪はいなかったな。キングスブースターだけど、さすがにガードナーを心配してしまった。明日大丈夫なんかな。ガードナーが覚醒する気がする。ガードナー酷使されてるからかわいそうだよな。でもそうしないと三河のオブが全然機能しなくなるからな。4年連続決勝がちゃんとした実力で来れていることを証明する琉球ゴールデンキングス長崎ですら琉球と流行りたくないだろう。琉球が見据える先の相手は宇都宮のみ。今年は岸本いるし、宇都宮相手に勝てればほぼ優勝ですね。CS 琉球が強いのはもちろんのこと失礼ながら CS 三河が弱すぎる。毎回 RS より3割増しで弱くなるイメージ。琉球と宇都宮の対決楽しみやわ。まだ確定化はしてないけど宇都宮よなほぼ。オーガストを出してホワイトを取るなぜ。シンプルにオーガストが満足する金額の提示ができなかっただけだと。ホワイトは海外での実績ちゃんとあるからね。なんでここまでできないのかわからんくらい。ホワイト海外の時は優勝しかしてないからね。実質外国籍にだもんな。やはり佐渡原はスタートから出すのが正解。意味不明にベンチから出すことは二度とやめてくれ。琉球は今シーズン岸本いるから去年よりは楽にいける。松脇と脇も状態上げてきた。 B リーグ最終章に去年取りこぼした忘れ物を皆で取りに行こう。ホザダッカーしようぜ。つまりアルマがいた琉球に勝った滋賀が最強？そういうこと。琉球東京ずっとも論者がやたらいるが、ずっともらしくファイナルはそれぞれ自宅でゆっくりしていただこうじゃないか。ミカは頑張れ。ブースターの熱量で負けてたら勝てるわけねえだろ。きつい時間をびこそブースターが鼓舞してやれよ。何のためのホーム開催だよ。久しぶりの CS ホームで逆に空気感に慣れてなかったのかもしれない。ブースターが緊張してどうすんねん。現地観戦だとブースターが緊張してもおかしくないぞ。あと J ガソリンが足りてないやつらばっかだな。酒を飲めしを。ホームの利を生かしきれず、逆に雰囲気に飲まれてしまいましたかね。レギュラーシーズンとはまるで別人。チャンピオンシップに入ると一気にゾーンに突入する琉球ゴールデンキングスが、その圧倒的な強さで会場を熱狂の渦に巻き込みました。松脇選手やクーリー選手がまさに無双レベルの活躍を見せ、追いすがる三河の猛攻も退ける見事な戦いぶりは、まさにプレーオフのキングスの姿です。